こんにちは、白川龍です。今回はケーブル愛機体術13代目当主、天宮弘樹先生とのコラボとなっております。先生、ありがとうございます。よろしくお願いします。第1回目です。非常にはいちょっと純度の高い内容だったんですけど、い私的には結構満足。あ、本当ですか。やっぱちょっと愛機についてはい深く語り合うことすらちょっとなんか、あ、そうですね。言葉選びますし。先生ってやっぱ同世代であって、はいお互い信頼関係があるので、ちょっと素直に先生とはい意見交換できて、そうですね実際体感できてすごく嬉しかった。いやいや、とんでもないです。とんでもないです。ありがとうございます。で2回目はですね、ケーブ流の合気の投げ合気体術で、我々やっぱちょっと合気道家なので、はい天宮先生に今日しっかりとぶん投げてもらっていや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 はいケーブ流合気体術の投げをちょっと体感したいなと思いますので、ちょっと実はうち投げがあんまりなくてですね。あ、そうなんですね。崩しがメインなんですね。はで、足元に崩しを落とすようなものっていうのが結構多くありまして、はいそっちでも大丈あ、もう夫ですか。本当に多種多様な投げを見せていただければ、いやいやいやもう落としていただいても構わないので、ちょっと最初、いどれだけ受け身取れるかって見てもらっていいですか。あ、もちろんです。ちょっともうすごいの分かってますから。いやはいでも、はすごい鍛え抜かれたはい若手がいるので、はいどんだけはい複雑な受け身か、っていうどんな受け身でもい。すごい。ですので、本当遠慮なく私にも先生にもいや、白川先生の動きもすごいですよね。だからしなやかで、あれ好きですよね。後ろからこう、後ろでこう、後ろ、はい、ふわみたいな。あ、そうなんですよ。普通はジャンプしたらはい全く音がしなく、すごくない？すごくない？そうなのよ。そういう技術白川先生、そうなのよ。すいません。でもテンション上がっていろんな受け身があるので、はい最初私が取りますので、はい、わかりました。じゃあ、とりあえずケーブルの崩しってどんなものかっていうのをはいちょっとお願い、はいじゃあ、はい相手していただいて、はい、コテを返すだとか、はいなんかその、重法的なものっていうのは、はいうちは名前がなくて点取りと言ってます。はい、 5点取りまでありまして、はい、で実際はいっぺんに取るんですけども、はい手首関節を1点目とします、はいでこれを締めていくんですけども、はい握りが強いとはい反射が起きるんで、はいこんな感じですね。はい、ちょっと待ってくださいね。すごい。もうすごいよ。すいません。すいません、興奮しました。すいません。1点目を決めていきます。で決めていくと締まっていくじゃないですか。はでこれでかかんないとします。はいそしたら2点目肘関節これを、水を流すようなつもりでこっち側にこう流していきます。はい、でここでかかんないとします、はいそしたらこの肩関節、はいこれはこれの、持ってる手を上に上げてるとともに、はい、肩を下に下げることによって、はい肩関節が締まってはい効いてきます、はい、でここまでいったら、ここの肩関節から首、はい、この首関節までこういうふうに、はい、そうすると首まで入っていきます、はい、で首まで入ったら正中線を切り落として今度は正下断面腰の関節を狙うんですけども、はいそれはここをやっていきます、はい、ここは下に落とすんではなくて、はいちょっとこう、剣で刺すようなつもりでこっちからこう入っていきますはい、でこれを流れるように入っていきます、っていうような感じで崩し、はいで投げる時も、はいコテもそうで、はい、 1点目2点目でこいつが下がってこう、はい肘が上がったことによって肩関節が回っていくので、はいこれで3点目、はいで、首はフックのにかけていきます。そうすると首がはい触れるので、首までかけます。そしたらこの指を、はい、また同じこっちですね、はいこっちに抜けることによって腰が取れる、はい、倒してあとはこういうのと取れます。あ、これは、こっち側で手首を取って、はいこのまま投げるんではなくて、はい、ここに転結があるんですね、はい、ここに触れるんですよ。はい、で肘を落とします、はい、この状態で
こっちは押し、こっちは引き、はい引きながら、おおはい、はいはいそうすると腰が取れる、はい取れますこの状態で足元落としていく、はいこんななんかちょっと硬いというか、いやいやいやでも力のかかり方面白いですよ。両方とも肘肩も決めてるんですけどこう引っ張られるんで。そうなんです、そうなんです。あとは、これは合気道のなんて入り身投げ入り身投げ、はいですこれはうちでは、はい顎を上げるんですけども、はい基本的には肩をなぜるんですよ。はいでお尻をなぜるんです。はいでなぜることによって腰が前に出る、はいつまり腰を止めといて、はい上半身を後ろにするんではなくて、はい上半身を止めといて、はい腰を前にすればいいんです。はいでそうすると後ろに下がりにくくなるのでこれでかけやすくなるんです。こんな感じです。これはちょっと入り身投げに近いですね。つまむ時の入り身投げ。あ本当ですかちょっといいですか。似てますね。すごい近いです。はい。つまむ時。柔らかさすげえ。で。ちょっと近いですよね。少し。近いですよね。うちあれですよ。すみません、なんかこうなるじゃないですか。こうなった時にこうやってこっち側でこう返せないんですよ。はい。この時はここで転結です。勝手に返るんです。はい。でこの時に転結って、首の場合はここにあるんですよ。はい。めちゃめちゃ痛いんですけど、はい、でこれを入れると、は痛むっていうことは、ここに反射起きるんですよ。はい。相手の場合は反射、条件付けによる反射なので、はい押すということによって反射起きるわけです、はい。これにかけるんですよ。めちゃめちゃ痛いですよ。痛いですよね。で倒して結構野蛮な感じのものがすごく多くて、そうちょっとその転結のバージョンもまた。はい、いいですよ。はいお願いします。これなんです。ああこれは痛いです。あお願いします。はい。それでお願いします。出ました。はい。じゃあここを触れて、はいこれはね押さないんですよ。はいここで置いとくんですよ。そしたら前に出ながら、さっきと同じですね。はい丸みを作る。でこれで反射起きて普通の人は固まるんですよ、痛いんで。はい。そうすると崩しに入ってるので、はい自分で耐えて、はい自分でこの転結を押してしまってるような状態。転結をされたらずっと固まるイメージわかります。そうですそうですそうです。あとは白川先生にもやってほしいんですけど、はいこのちょっと踏ん張ってもらっていいですか。あ、いいですね。もっと踏ん張ってください。この状態で、はいここをはい押すんじゃなくて、はい触れるんですよ。はい。触れると来やすくなるんですよ。でこれで小手返します。そうすると小手返りやすいというか、はい。とかその転結を使ったりとかよくします。はい。強めに今までの技術をしっかり受けてみたいので、はいいいですか。受け身ちゃんと取りますので。はい。わかりました。わかりました。いやー緊張するな、白川先生とやる。私じゃあ合気道でよく片手取りでなんですけど、ケーブルって片手で取ることありますか。ありますあります。じゃあ片手でちょっと何本か。何本か。はい。お願いします。じゃあよろしくおはい。願いします。いやすごい。じゃあ判定いきましょう。すげえ感動してるんですけど。いや面白い。こんなことありますね、本当に。いやこれいつもバーッと撮ってるじゃないですか。多分ものすごい痛いんですけど、白川先生の受け身ってもう逆らわないですね。受け入れてます。はい。すごいよね。すげえ勉強になります。いやでもそうなんですか。すごい、もう一回いいですか。はすげえ転結入れてるんですよ今。全然固まんないですね。い。固まらないからダメージを逃がせる。北川先生を彷彿とさせますね。ここってすごい敏感なんで、触ったら必ず固まるんですよ。ほとんどの方固まるんですよ。全く固まらない。
だから痛くないんじゃないですか、そんなに。まあ痛いですけど、でも固まらないように普段すごい訓練されてるので、まず固まることないです。すごいや、固まるっていつきにつながるので、はい、受けとしてはあまり良くない受けだと思ってるので、柔らかくどんな受け身でもいなす、はい、いなし受け入れていなすって感じですかね。受け入れる、はい、受け入れています。ちょっと客観的に見たいんですけど。でもそれで先生のチャンネルであ、そっかそっか。ちょっとまず今回のチャンネルですいません。じゃあ何本か投げたらちょっと同情戦にあ、もちろんもちろんもちろん。両手とかもちろん。本当にすごい、ありがとうございます。でも本当合気道に近くなってきますよね。当て身とか使わないと。そうですね、合気道に近くなってきますね。しかも受け身が普通というか、うちは受け身合気道のように、はい、教えてないので、飛び受け身、はい、反応がちょっと違うんですよ。反応ですね。はい。もうなんか結構利点がありまして、はい、投げた時に回転次に反撃がしやすいので、本当にいいのかなって思うんですよ。要はその回るじゃないですか、はい、だからこういなされてもう技が効いてないみたいな。でも受け入れてますよ。受け入れて私はもう本当先生の技エネルギー感じてたので、はい、すごいですね。本当にすごい。受けのなんかその感じもなんだろうな、ちょっともう一回いいですか、すいません。いいです。でもこれ合気道の技でめちゃめちゃ鍛えられてるんですよ。あ、そうなんですね。はい、強めにしていただいても力エネルギーに生かせます。反射でね、逆だったら怪我するじゃないですか。はい、反射られても距離感と反応でいけるんですよ。すごい。うちの小池指導員もかなりずっとこう稽古してるんで手首は強くなってるんですけど、どちらかっていうとうちは受けるんですけど逃がすっていう感じじゃないんですよ。何が来てるのかをもう感じるみたいな。感じる。はい。相手の力を生かしてそのタイミング合わせて受け身取るって感じですか。あ、そうですね、そうですね。できるならば、取りに来た時に、例えば自分が取りに行ってもいいんですけども、そこでちょっと反射が欲しいんですよ。そうか、はい。下に投げる時っていうのは、投げたり崩す時っていうのは、ちょっと上に取るんですよ。上に、はい。時に、こう取ると分かってしまうので、こうやって取るんですよ。で、下に行くと反射が入りやすい。でも流されて。いや、そんなことない。いや、これ合気道的な受け身、合気道的な。これで先生の技を体感して、先生の力の出し方を学べるっていう受け身なんですよ。なるほど。いや、結局感じ取って、その技を勉強する。だから合気道の世界ではこう投げられたら本当にありがたくて先生の技を感じることができる。実際にこうだよこうだよって教わるよりも大事なことを教えてるっていうふうになってるんですよ。なるほど。勉強になりますよね。すごいですね。ちょっと同情生のいいですか。あ、もちろんです、もちろん。攻撃方法片手だとちょっと面白いくらいの合気道で横目打ちってこう、これに対してちょっと技いいですか。あ、いいですいいです。じゃあちょっと横目打ちで何本か。投げだけですよね。当て身なしです。当て身なしで。横目投げだけで。当て身入っちゃうんだよな。ごめんなさい。本当にやらないですね。すごいですね。ありがとうございます。すごいですね。でもちょっとまだ2人いるので、白川先生が2人いる4本ずつ投げてもらっていいですか。せっかくこんな体験できないので。当て身入れてもいいですか。なしでだ。当て身の格好だけいいです。
で腰でられます、はい、でこの時にこっち側に倒すんじゃなくてこっちですね。そうすると、はい、足が死ぬのであんまり怖くないです、すげえな、面白いありがとうございます。いやでも手で柔らかくて、最初のやっぱり突きに対しては当て身いいですよね。当て身、あと足スパーンと入ってるので、そうなんです、そうなんです。当て身がないとちょっとなんていうんですかね、やりづらいですね。実際にやっぱり昔の実践では足を上げる高さをここまで上げることはないくても、はい、足をかけるっていうのが組み打ちの技術でもすごい重要ですもんね。そうですね。必ず当て身を入れてから崩したり手を取ったりするんですよ、はい、でここでもしかかんないとするじゃないですか、はい、でここに抜けてて固まってるのでかかんないんですよ、はい、だから緩めます。でこれでまた固まってるんですよ、はい、なので固まる人に対してはそこからやべえ同士はい、っていうのが結構多いんですよね。ですから当て身が6割とか7割とか、あと 3,4 割要は柔術っていう柔らが入ってる感じですかね。当て身があるからこそ柔法が生きるので、当て身なしの柔法だったらちょっと難しいというのに現代柔道でも証明されてますよね。はい、手を外す時も当て身入れるんですよ。当て身っていうのは当て身を入れて入れると手の内が緩むんで抜くっていうのもあるんですけども、はい、直接、ここが急所なので、はい、急所に当て身を入れると簡単に力を抜けるので、こうやって抜いていきますね。ここでも、急所での当て身が一番いいですよね。そうなんですよ。そうすると緩みやすくなる。喉とか目とかにパーンと当て身外したとしても、ここら辺が当たるだけで全然違いますもんね。そうなんですよ。だから指とかで鎧同士を打つと、うちの鎧同士の基本の刃文であれば外れても広がるので、ちょっと効果的だってことですね。最後にもう一人いるのでいいですか、はい、この合気道って物手取りってこういうのがあるんですけど、はい、これでいいですよ。いいですか。はい、この物手取りだとすごい、受け方すごいですね。すごいな。先生の素晴らしい技が見れてたくさんもうやめてください本当に。いやーすごい、でもすごいですね。合気道ってすごいですね。受け方もこれも別に決まってるわけじゃないんですけど、はい、私たちの考えでは柔らかく受け入れること、相手の力を事前に反応するんじゃなくて、しっかり受け入れて受け身を柔らかくしなやかに強く受ける。すごいな。弱いとこういうひねり系の動きって、はい、すぐこう棒立ちで受けるんですよ。はいはい、しっかり腹で受けてこういう状態作っていくよ。すごい。そういう受けをすごい、はい、そうすると体幹も強くなるし、中心の力が強くなるので、投げに自分が投げる番の時にも効かせる、そういう受けをしてる。なるほど、はい、すごいな。合気道ってすごいですね。いやいや、もっと白川先生がもう3人いるみたいな。もう本当に。いやもう失礼だったら申し訳ないですけども、そうなんです。白川先生ですね。受けがもうそう言っていただくと嬉しいですよ。いやいや、でもそうやってもう本当に体を練ってるんですよ。合気道の稽古は即実践ではなくて、しっかり体を練っているので、いろんな武術武道に生かしていける。はい。っていう稽古法。すごいですね。でも今日も先生の技を見れるだけじゃなくて体感できたので、いや経験させていただきました。いや本当にお世辞でも嬉しい。本当に柔らかくてすごい貴重な経験となります。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。視聴者の方も多分初めて先生がバンバン投げる姿って初めてですよね。初めてですね。はい。すごい貴重な機会だと思いますので、どうもありがとうございます。ありがとうございます。また次回違う。はい。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。
こうなった時にこう鎧同士鎧同士でこう入ってこんな感じですね。すげえすごいっすね。